曽爾高原という場所に向かっております。夕日が差し込むと黄金に輝くと、この景色えぐい。はいっす。というわけでですね、現在3時過ぎなんですけども、吉野に来て初めてめっちゃくちゃ晴れてるってな感じですね。というわけで、これ念願の曽爾高原という場所に向かっております。曽爾高原は奈良県と三重県の県境で、吉野の僕のその家からだいたい1時間ぐらいで着くんですけど、車だと。本当はね、秋がベストシーズンらしくて、草原一面にススキが広がっていて、夕日がこう差し込むと黄金に輝くと言われています。でも今あいにく秋じゃなくて梅雨前ぐらいなんで、そのススキは見れないけど、逆にね、緑が豊かな草原が見れるっぽいんですよ。それはそれで綺麗だろうということで、一丁行ったりますかと。というわけで行ってきます。あ、そうそう、今僕が向かってる曽爾高原という場所は、この間三重県の大杉谷を登ってる時に出会った僕の命の恩人で作エリアしてくれたお二人がですね、奈良出身の方で、おすすめの場所ありますかって聞いたら教えてくれたんですよね。そんな感じでね、旅の途中に出会う人いろいろアドバイスもらったりとか、地元民じゃないと知らない情報とか教えてもらったりとか、そういうのもすごい面白いですよね。お、やば、ガソリンがない。ガソリンなんと、なんだあれ。危ないよ。かわいいな。なんであんなとこにいるんだ。いや、ちょっとガソリンないぞ。やばいな。ご覧の通り、思いっきり山道走ってるんで、ガソリンスタンドが多分なかなかないんですよね。僕の目的地までは22キロ。20キロぐらいだったら走るかな。ちょっとピンチ。山道を走るときは事前にガソリン入れとかんとね。いやー、ガソリンスタンドないな。大丈夫かな。ちょっと心配になってきたな。3キロ先、エネオスがあった。よかった。3キロだったらいけんじゃないかな。おー、よかった。無事着いたぜ、ガソリンスタンド。いやー、よかったよかった。ちゃんとガソリンも満タンに入れたんで、曽爾高原向かいたいと思います。というわけで到着しました、曽爾高原。ほんとチラッとなんですけど、チラッとね、見えたけど、ほら。やば。めっちゃ綺麗。ということで、ここからハイキングしていきたいと思います。ここから多分登っていくんだろうな。これだけ綺麗な景色をね、見ながら歩けると楽しそうですね。すごい景色。これは天気のいい日に来るべきだ。最高。こちらはおかめ池っていうところですね。めちゃくちゃカエルが鳴いている。この階段がちょっと大変です。けどね、止まって見る景色が半端ない。超綺麗。階段もまあまあえぐいけど、いやこの景色えぐいて。なんかカップルとか若い男女とか結構いるんですけど、いやみんな女の子可愛い。奈良とか関西の女の子ってめっちゃ可愛いんじゃねえか。すれ違う人みんな可愛い。どうなってんだここは。こっちにベンチと休憩する場所があるんで、ちょっとそこで休憩します。さっきの休憩所からの景色もだいぶ綺麗だったんですけど、ちょっとこの上が亀山っていう山の山頂っぽいんで、とりあえず行ってみます。あれが山頂かな。景色はこんな感じ。おお、ここか山頂。おい、来たぜ。ほんと相当すごいぞここ。いやさすがだな奈良県。相当すごいですね奈良県は。高原に戻ってまいりました。人がいない。苦戦できる貸切峠からの景色は貸切峠。
今回の曽爾高原どうでしたか？僕はね、正直想像しているよりもめちゃくちゃ絶景でした。秋が有名だけど夏もめちゃくちゃ綺麗です。大阪からは2時間、名古屋からも2時間半、東京からは6時間半。ぜひ皆さんも行ってみてはどうでしょうか。動画の感想や意見などよかったらコメント欄にお願いします。参考にさせていただきます。あなたのいいね、コメント、チャンネル登録とても励みになります。いつもありがとうございます。次回は和歌山県にお邪魔します。いろんなハプニングがあったのでよかったら次回も見てね。バイバイ。